1944年、昭和19年9月23日、ウルシー環礁に上陸したアメリカ軍は、ウルシー環礁がフィリピン、台湾、沖縄攻略の拠点となり得ることを確認すると、入泊に邪魔な暗礁を爆破、瞬く間に大艦隊停泊可能な一大白地を作り上げた。1945年、昭和20年3月、沖縄を九州上陸の拠点と考える連合国は、ウルシー環礁だけで617隻もの艦艇を集めた。沖縄攻略の予定期間は1ヶ月前後。攻撃初日の投入予定陸戦兵力は D-Day 7万5千より10万人以上多い18万2千大兵力をもって一気に飲み込もうとしていた。エンタープライズは空母16隻を中心に編成された強力な機動部隊第58任務部隊に所属。ウルシー環礁で出撃命令を待っていた。アメリカ軍は沖縄攻略を前に作戦の妨げとなる日本の水上部隊と特に航空戦力、特攻機の減災を計画。事前攻撃を第58任務部隊に命じた。3月15日、エンタープライズを含む空母12隻が1400機の艦載機を搭載し、ウルシー環礁を出撃。3月18日、空母艦載機が九州、四国、和歌山の日本軍拠点を攻撃。入念な爆撃は戦果を上げたが、特攻機を含む日本の反撃で空母エンタープライズ、イントレピッド、ヨークタウンに被害が出た。3月19日、呉軍港への攻撃で多くの日本艦艇を撃破。作戦目的は果たされつつあったが、日本軍の航空攻撃は激しく、空母フランクリンとワスプ、艦載機に大きな被害を出した。総発機の爆弾2発で戦死者だけで800名以上を出し、沈没の危機に陥ったフランクリンは必死のダメージコントロールで炎と戦っていた。黒煙を上げるフランクリンを機関空母バンカーヒルから見守る第58任務部隊司令官マーク・ミッチャー中将は、衰えることない日本軍の抵抗に最も激しい戦闘の始まりを予感した。翌3月20日、九州方面の日本軍牽制を終えた第58任務部隊は、沖縄戦に備え南西に移動を始めた。日本攻撃隊はその後を追うように開い、激しい防空戦闘が始まった。日本の反撃にさらされたエンタープライズは2発の至近弾で損傷、機銃を振り回す味方直縁艦の銃弾を被弾し、40ミリ機銃が爆発、機銃弾の誘爆を引き金に甲板に並べた艦載機が次々炎上、大火災となった。エンタープライズは火災を1時間で消火したものの、船体は修理を必要とし、ウルシー環礁に戻った。3月26日、沖縄戦が始まり、4月1日朝、手薄であった沖縄本島中西部にアメリカ軍が取り付いた。沖縄近海では、第58任務部隊の入念な事前攻撃にもかかわらず、九州や台湾からは連日特攻機が現れ、その度に連合国艦艇に沈没や損傷の被害が出た。4月5日、修理を終えたエンタープライズは沖縄攻略に加わるため、ウルシー環礁を出撃。翌4月6日、エンタープライズの任務部隊合流前、沖縄に300機近い特攻機が飛来。吹き荒れる日本の神風は連合国海軍を襲い、
海域の至るところで撃破された艦艇から黒煙が上がった。神風は一機の突入で船体を傷つけ、数十から数百の将兵を死傷させた。アメリカの勝利の日は近づいているはずであったが、太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツ元帥の姿は、栄光を迎えつつある司令官とはほど遠かった。予想を超える損害、死傷者、何より心を病む兵士が激増し、ワシントンの海軍上層部にもう持ちこたえられないと打電するほどであった。4月11日、約80機の日本機が飛来。戦闘空中哨戒機の迎撃を振り切った特攻機は、対空砲火の中を突き進み、1機がエンタープライズ左舷後方から突入態勢に入った。エンタープライズのガンナーは機銃を撃ちまくり、突入直前で特攻機を捉えた。しかし、機体を離れた爆弾はバルジ直下で爆発、機体の一部が甲板を襲い、砲座が損傷、対空レーダーが落下し、カタパルト上で発進準備中だった無人の F6F ヘルキャット戦闘機は炎に包まれた。クルーは燃え盛る F6F をそのまま射出。被害の拡大を抑えた。戦列に復帰したばかりのエンタープライズは、応急処置でそのまま2日、任務を継続したが、各所被害は大きく、4月14日、再出撃から10日、漆干渉で修理に入った。開戦から主要作戦のほとんどに参加してきたエンタープライズは、その戦いぶりからビッグ E、高いダメージコントロールと数々の幸運からラッキー E と呼ばれていた。修理が必要となる損傷も今回で14回目を数えたが、16日間で修理を済ませると戦線に復帰した。5月11日、沖縄振興支援中の第58任務部隊機関空母バンカーヒルに2機の特攻機が立て続けに突入。2機目の特攻機は艦橋付近に突入し、約30メートルの距離にあった。第58任務部隊司令部では、司令官ミッチャー中将こそ無事であったが、幕僚13名が戦死した。バンカーヒルは沈没は免れたが、アメリカ本国での修理を必要とし、ミッチャー中将はエンタープライズを機関として移譲し、第58任務部隊の指揮を継続した。特攻による損害が拡大し続けているアメリカ軍は、特攻機を沈黙させるため、九州南部の日本軍航空基地攻撃を命令。第58任務部隊は、夜間攻撃を含む昼夜連続の攻撃を計画した。5月12日夜、夜間空母の能力を持つエンタープライズから汎用爆弾、焼夷クラスター弾、ロケット弾を搭載した夜間攻撃隊が発艦。日本軍の滑走路と建造物を破壊し、迎撃機の離陸、飛行場の復旧を妨害しながら、夜通しの攻撃を続けた。13日夜が明けると、他空母の艦載機に攻撃任務を引き継ぎ、同日の夕暮れからは、エンタープライズの夜間攻撃隊が出撃した。第58任務部隊は、連携した日昼夜連続の打撃を14日明け方まで継続し、九州南部の日本軍飛行場から航空基地能力を奪った。5月14日早朝、夜間攻撃を終えたエンタープライズでは、全部エレベーターホール近く淡水タンクで、ノーマンザフトが保守作業を行っていた。
午前8時まで到着予定であったが、同僚のジョージ・バーカーは1時間以上早く降りてきて、食事に行きたければ早めに解放してやるよ。ここの方が安全そうだし、とジョークを交え、ザフトに気を利かせた。ザフトはバーカーの気遣いに感謝しながら食堂の列に並んだ。午前6時36分、つい先ほどまで徹底した爆撃を加えていた九州方面から接近する26機の敵兵がエンタープライズのレーダーに映った。上空哨戒機は直ちに迎撃に向かい、エンタープライズは対空戦闘に備えた。哨戒戦闘機は空中戦で19機を撃墜したが、その間に7機がすり抜けた。連合国艦艇は接近してくる特攻機に対空砲火を浴びせたが、巧みな操縦で艦隊上空に達し、突入を開始する特攻機や飛行を続け目標を見定める特攻機の中に、上空の厚い雲に消えた1機がいた。エンタープライズのレーダーはすべての特攻機を捉えていたが、雲の中の特攻機には有効な攻撃ができずにいた。雲からは特攻機が時々顔を出し、海上を確認してまた隠れ、艦艇の隙を狙う様子がうかがえた。海上では特攻機との戦闘が激しくなり、応戦するエンタープライズは二次元回答を始めた。直後、雲から飛び出した特攻機がエンタープライズに向かって降下を始めた。エンタープライズは回答を続けながら5インチ、40ミリ、20ミリを特攻機に撃ち込んだ。特攻機は艦降下を続けながらエンタープライズと周囲の艦艇からの集中砲火を機体のスライドでかわすと、あっという間にエンタープライズに接近。しかし特攻機の突入は高度が高く角度は浅く、エンタープライズの上空に達した機体はオーバーシュート。特攻機を視線で追っていた将兵は安堵した。次の瞬間、特攻機は機首を一気に上空に向けると、機体を左に180度回転、背面状態でエンタープライズに機首を向け、加速、深い角度で全部エレベーターの後ろに突入した。特攻機の爆弾爆発で全部エレベーターは上空120メートルまで吹き飛び、大破・炎上した船体は破口から浸水、艦全部が 2.2 メートル沈下、深刻な状態に陥った。3日の間に2度の特攻を受けたミッチャー中将は、沖縄戦を前に予感していた衰えることない日本軍による最も激しい戦闘をその身で体験した。開戦以来何度もの被弾損傷に対応してきたダメージコントロール班は冷静に艦の損害に対応。消火ホースで作った水のカーテンで火災を抑え、加熱した爆弾を消火砲で冷却、誘爆を防いだ。戦闘員はその間も対空戦闘を継続し、2機を撃墜。この日、突入に成功したのは、エンタープライズに突入した1機だけであった。特攻機の爆弾は、鋼材置き場で爆発したため、飛散した断片による被害が限定され、使用していたエレベーターが第2エレベーターであったため、全部エレベーター周辺に機体や可燃物が少なかった。幸運に恵まれたラッキーの戦死者は13名、負傷者は68名だった。エンタープライズは、被弾から30分で火災を消火、破口を防ぎ、浸水を止めた。ミッチャー中将は、エンタープライズダメージコントロール班の
能力の高さをかつて見た中で最高の優秀さと褒めたたえた。この日、吹き荒れた神風が静まった後、特攻隊員の遺体とゼロ戦のエンジンがエレベーターホールの下で見つかった。飛行服には海軍中尉の階級章、ポケットには複数の名刺と印鑑が残されていた。身元確認と情報収集を命じられた日系2世の兵士は、名刺、印鑑を判読し、中尉の名前が富財であることが判明した。淡水タンクでは、ノーマン・ザフトと交代したジョージ・バーカーが戦死していた。遺体を安置後、エレベーターホールの修理復旧作業に加わったノーマン・ザフトは、ゼロ戦の破片を2つ、形見としてポケットに収めた。夕刻、エンタープライズ艦尾では、戦死した13名が星条旗に包まれ、海底に委ねられた。特攻隊員富財は、修理のためエンタープライズを本国送りにした戦士として、これまで日本海軍が3年かかってもできなかったことをたった一人で一瞬の間にやってのけたと称賛の言葉を贈られ、アメリカ兵と同じ扱いで水槽、艦尾から沖縄の海に送り出された。ミッチャー中将は発艦能力を失ったエンタープライズから空母ランドルフに移り、3日で機関から外れたエンタープライズは5月16日、第58任務部隊を離脱、本国へ栄光された。その後、エンタープライズが戦場に復帰することは二度となく、1945年5月14日がエンタープライズ最後の戦闘となった。終戦後、エンタープライズは福音任務に従事。1947年2月17日、除籍となった。エンタープライズ艦長として日米開戦を迎えたウィリアム・ハルゼー提督は、自分の経歴に大きく関わったビッグ E を記念博物館として保存するため、いくつかの運動を起こしたが、資金が集まらず、数えきれない勲章や感情を受け、いくつもの栄光に輝いたエンタープライズは最後、スクラップとして売却された。戦後50数年、海軍兵学校出身者菅原寛氏が対戦史の取材をアメリカ軍関係者に申し込んだ。取材後、雑談中、アメリカ関係者は思い出したかのように、エンタープライズに突入した富財中尉の名前を口にした。富財中尉は、その華麗な操縦からの特攻が、エンタープライズや周囲艦艇の目撃者に強烈な印象を与え、ほとんどが最後の様子が不明な神風特別攻撃隊の中で、アプローチから突入の瞬間までがアメリカ人に克明に記憶され、記録されていた。菅原氏は、優れた操縦技術でビッグ E を戦場から追い出した富財中尉を調べ始めた。1945年5月14日、日本軍の出撃記録に富財中尉の名前はなかった。調査開始早々、行き詰まった菅原氏は、アメリカのエンタープライズアソシエーションに問い合わせを行った。エンタープライズアソシエーションは、ご希望があればご遺族にお返ししたいと書かれた手紙とともに、半世紀以上保管していた富財中尉の印鑑を郵送してくれた。菅原氏は、
日米元軍人やアソシエーションなど関係者の助けを得て、1945年5月14日、富在中尉突入後のエンタープライズで起きたことを推測。情報収集を命じられた日系アメリカ兵が名前を間違えて伝えた、聞いた人間が聞き間違えた、記録者が綴りを誤ったなどで、富安俊介中尉の名前が富在と伝わってしまったことを突き止めた。1945年5月13日夜、海軍鹿屋基地。人生最後の夜を鹿屋の防空壕で過ごす若者の中に、神風特別攻撃隊第6筑波隊隊長22歳の富安俊介中尉の姿があった。前日12日、日暮れに始まった敵の空襲は絶え間なく、すでに30時間近く経過していた。敵の攻撃は味方の迎撃機が離陸する隙を与えず、交代で上空に現れる米軍機は鹿屋の空を独占し暴れていた。富安中尉たち特攻隊員や鹿屋の将兵はなすすべなく防空壕にこもることを強いられた。外からは数種類の爆発音、壕内には振動が響いた。5月14日夜明け前、東の空が赤みを帯びると、上空から敵機が消えた。地上作業員は防空壕を飛び出し、迅速な作業で穴だらけの滑走路を補修、離陸可能な状態に復旧した。第6筑波隊はその間に別れの挨拶を済ませると、500キロ爆弾を抱いた15機のゼ戦52型に急いで登場。5時25分、慌ただしく鹿屋を離陸した。第6筑波隊は同じく鹿屋を離陸した特攻隊第11剣部隊第8七小隊の爆走冷戦13機と合流。28機の特攻隊は40機の護衛に守られ、沖縄を目指した。この日も日本の空と海は美しかったが、敵機は領空深く侵入。奄美大島を過ぎた頃には護衛機はいなくなり、特攻機は2機が脱落、26機となった。徳之島上空に差し掛かると、前方に敵戦闘機が現れ、19機が撃墜された。味方機の犠牲で生き残った7機は、洋上に浮かぶ敵機動部隊を攻撃。一旦雲に隠れた富安機は、エンタープライズの隙をついて、艦降下で後方から接近した。敵の集中攻撃を機体の横滑りでかわし、敵艦上空で一気に操縦桿を引き、ラダー操作とエンジンのトルクを生かして機体を左にひねると、背面でエンタープライズに機首を向け、深い角度で加速、エンタープライズに突入した。富安中尉は訓練で徹底されたアメリカ空母の地名部全部リフトに、効果が最も大きくなる深い突入角度50度で特攻した。それでもラッキー E エンタープライズを沈めることはできなかった。富安中尉を調べる過程で、ノーマン・ザフト氏の協力を受けていた菅原氏は、ザフト氏が2つ所有するゼ戦の破片を富安中尉の遺族に返還してもらえないか手紙を送った。ザフト氏の返信は、日本には特別な感情があったと前置きし、ゼ戦の破片は自分の身代わりで戦死したジョージ・バーカーの遺品として
所有していることが記され、その上で一つを返還してくれた。残りの一つはジョージ・バーカーのエピソードとともに息子に伝えると書かれていた。ノーマン・ザフト氏が返還してくれたゼロ戦の破片は今、鹿屋航空基地資料館で展示されている。